日はこちら。節分にぴったりの鬼の巻き寿司を作ります。赤鬼の顔を切るとなんと中から青鬼が登場。とっても面白い巻き寿司アートだからぜひ作ってみてね。材料はこちら。概要欄に詳しく掲載しているのでぜひチェックしてください。まずは鬼の顔の中に隠れている青鬼の巻き寿司を作っていくよ。薄焼き卵2枚を海苔の幅に合わせてカットします。これを半分にカットして薄焼き卵を4枚にします。海苔の上に薄焼き卵を乗せるよ。ちょっと破れちゃってても問題なし。そのまま使っちゃおう。その上にスライスチーズを乗せます。スライスチーズも海苔の幅に合わせましょう。これをくるくる巻いていくよ。これと同じものを4つ作るよ。これで鬼の髪の毛の完成。目が大きい鬼にしようと思ったけど、このチーズかまぼこだとちょっと大きすぎるのでスティックチーズを使います。スティックチーズを海苔の上に乗せるよ。長さが足りないのでその部分に酢飯を置くよ。くるくる巻いていきましょう。これで鬼の目の完成。次は鬼の口。かんぴょうを5センチ幅になるように乗せていくよ。海苔より出ちゃう部分はカットしてね。海苔を閉じるよ。これで口の完成。次は鬼の角。2センチ幅の卵焼きを三角形にカットしていくよ。ちょっと大きいので調整。三角形になったら海苔で巻いていく。これで鬼の角の完成。今回の酢飯は赤色、青色、黄色の3色。まな板にラップを敷いて青色と黄色の酢飯で顔を作っていくよ。巻き寿司をカットしたら青色の鬼と黄色の鬼が出てくるようにしようと計画中なので2色で巻き寿司を作っているよ。顎の部分ができたらかんぴょうでできた口を乗せるよ。口の海苔が見えなくなるように酢飯を乗せていくよ。スティックチーズで作った目を乗せて真ん中を酢飯で埋める。左右も目の高さと一緒になるように酢飯を乗せていくよ。最後に頭が丸くなるように酢飯を乗せる。ちょっと口が大きくて顎がなさすぎるので顎の部分に酢飯を追加。ここまでできたら巻き酢の上に海苔を乗せて巻いていくよ。こんな感じで完成。なんだか情けない顔をしている気がする。顔の上に髪の毛を乗せて白い酢飯で固定するよ。髪の毛の上に角を乗せて白い酢飯で覆っていく。海苔の黒い部分が見えなくなるように酢飯を乗せていってね。ラップをしてひっくり返して下にも酢飯を貼り付けるよ。鬼の顔になったね。ここからは外側の赤鬼を作っていくよ。長い海苔を1枚作ってここに赤い酢飯を乗せていくよ。隙間なく均等に乗せることが綺麗に作るコツだよ。今回は裏巻きにするのでこれをくるっとひっくり返して鬼の顔を乗せて巻いていくよ。巻き終わりを調整したら完成。外側の赤鬼はもう少し顔を大きくしたいので巻き寿司の側面を赤い酢飯で覆っていくよ。次は赤鬼の髪の毛。余っている薄焼き卵をくるくる巻いて薄くカットしていく。鬼の角はさっきと同じく作って顔の大きさに合わせてカットするよ。頭に角と髪の毛を乗せたらいい感じ。目はスライスチーズを抜き型で抜くよ。大きい丸い目にしたよ。次は牙。包丁で三角形を2つ作ったら完成。海苔で黒目と口を作るよ。口はどっち向きがいいかな。意地悪な鬼だから上向きにしよう。いい感じ。顔に貼り付けていくよ。ハサミで調整していくよ。次は鬼の体。黄色いパンツを履かせる。おへそはデベソ。足を生やすよ。手は長く作るよ。ちょっと顔が物足りない。眉毛と鼻を足す。これで意地悪そうな鬼になったね。鬼の金棒を持たせるよ。こんな感じで完成。いい感じにできたね。今回はストップモーションアニメに挑戦。こんな感じで少しずつ動かしていくとまるで動いているみたいな映像が作れる。面白い。巻き寿司でもストップモーションを作れそうなのでもっとこだわったものを作ってみようかな。赤鬼の顔を切ると焼き顔の青鬼さん登場。角がちょっと曲がっちゃったのが残念だけどこれはこれでやられたという感じがあっていいかも。こんな感じで鬼の巻き寿司アートの完成。ぜひ節分に作ってみてね。